RC トーゴー。お客さんどちらからいらっしゃいましたか。ちょっとアライグマになったんで申し訳ない。前回も登場してくれた吉田さん、もう前回からね、もういきなり変態って言っちゃったんだけど褒め言葉だと思う。改造の仕方がもう変人です。なんでやばい人です。今日はWPL から発売された軽版をちょっと紹介したいと思うんですけれども、要はもうすでに吉田さんがゴリゴリにいじり倒したやつですよね。まあかなりシコシコこすりましたね。はい、もう何も出んぐらい。早速もう中の方ちょっと見ていきたいんですけれども、こちらの方ね、こういうふうになってます。ここがベンチシートになってて、本当は3列シートなんだけれども、吉田さんのこだわりでも日本で3列シートなんかないから取っちゃったっていう。4ナンバー、はい、貨物ということで、ちょっとフローリングっぽくしたり、めちゃくちゃこだわるよね。やっぱパッと見、気持ち悪いなってやっぱ言われるには、この座席下に、座席下に全部収納されてます。これホビーウィング G フォース？いや、ホビーウィングです。これクイックランの1060。で、ここに受信機がいて、すごい。軽トラだともうこういうふうに結構下にボコボコついて、ブーサイクだったんですけど、これは潔白なんでスペースがかなりあるので、最初は下にこういっぱいつけようかと思ったんですけど、やっぱりかっこ悪いなっていうところで、シートの下がちょうどいい感じですっぽり収まって隠れるんで。これ何のダンパー？これはミニッツのバギー用のダンパーを、軽トラもそうなんですけど、これ上はどこにつながるの？本当はシャシにつなぎたかったんですけど、もうそんなスペースがもうないので、切ったらもう当たるぐらいのこんなスペースしかないので、実はこちら側に、ここにつけるんだ。ボディ側にすげえ。この辺の部品も、この WPL のクローラーの、メーカーわかんないんですけど、社外品のショック、マウントっていうほどのものじゃないですけど、それを流用して、穴開けて固定して、でこの辺タミヤのロールエンドと使ってですね、ちょっとそのギリギリのスペースね、切った時に当たらないところをこう探して、そうです。で上にこうパチンパチンと、でボディ外す時は当然外さないといけなくて結構不便なんですけど、これがもう精一杯でしたね。これロアームはまたなんかオプションパーツ？これ実は社外品のこれもメーカーよくわからないところからいっぱい出てるんです。アマゾンブランドと自分は思って買いまくってますけど、それのメタルのアームセットっていうのがやっぱり結構出回ってて、純正形状でこういう足がついてるんで、切ると当然当たるんで、T 型といいますか、Y 型のでどうにかならないかなっていうので、これ実はここを切ってあるんで元ここつながってるんですけど、ですよね。これが実はアッパーなんですよ。これ樹脂ですけど、そこちょん切ったのをそこにつけてるんだ。そうです。でネジ、穴開けてネジ切って、延長して調整できるようにして、でそうするとセンターがずれるんで、このボールエンドでちょっと戻してやって、キャスターを補正してっていうので、樹脂で最初作ってたんですけど、やっぱり耐久性の問題でボキボキやっぱぶつけて折れるもんですから、ちょっとメタルも加工できないかなっていうので、アルミ合金なんで、ちょっと大変でしたけど、手怪我しながら一生懸命ドリルで揉んで、なんかもういっぱい赤くなりながらもちょっと、ちょっとこすり倒してその辺も、血が出るぐらい頑張って、一応できてますね。これリアはこれもオプションだね。そうですね。これもミニッツのバギー用です。これアルミのやつじゃないのも試してみようと思って。これ樹脂だもんね。そうですね。樹脂のもどうかなと思って。こっちの方が安いくらいで、全然性能も問題なくて、今度からこれでもいいかなと思って。ちょっと見た目かっこ悪いですけど。これもシャックルついてる？これもつけました。ちょっと純正がないんで分かりづらいかもしれないですけど、これもクローラーのリーフキットがあるので、本当はコイルのサスなんですけど、リーフに変えれるよっていうキットがあるんで、それを使って、でかなりクローラーなんで、リーフが弓のようにこう描いちゃってるんで、いいところまで曲げ加工して、リーフのフラット化って実際の車でもあるみたいなんですけど、そんなようなことをして、下駄かまして、車庫端にしつつ、で今回はちょっと潔白なんでキャンバーをつけたかったんで、これちょっと分かりにくいですけど、一応キャンバーがついてるんですよね。リアキャンバーついてますよね。
あ、ついてるついてる。3度3度ぐらいつけてるんですけど、でこいつ見てもらうとオリアキャンバーないので、ほぼゼロですよね。こっちでね分かるついてるね。これでわかるわかる。これでわかるわかる。かっこよさじゃないですけど広げて寝かしてちょっとギリギリを攻めるというとこなろるほど。で、それがキャンバーホーシングっていうのもアマゾンで売ってるの？そうです、売ってますね。これアマゾン何でも売ってますよ何ね。でもありますね。かなり出てます。ですが買ってもやっぱりまともにつかないので要加工にはどうやってつけようってところから大体入るんで、ポン付けできたことあんまりないんで、このキャンバーホーシングも結局やっぱりちゃんとつかないというか、そもそもこうデフがリジットだったんで使いました。で当然そんな設定はないんで、これクローラーのフロント用のデフを使ってちょっと短いので、それを中に入れるのでやっぱり中が全然干渉しまくるんで、そこ削ったりとかして収めてスムーズに回るようにしてっていうのでやって、でどうしてもショックと共存させたりするので、どうしてもこのキャンバー調整機構が当たるもんですから、それを本来は上についてるんですけど、下に持ってきて、本当はここにこうこれが逆につくんですけど、その辺もちょっとなかなか理解しにくいところなんですけど、その辺も入れ替えて自分で辻褄が合うようにして、シャコタンの下駄かませみたいにすれば辻褄が合うなと思って合わせてっていうので、結構試行錯誤はしてます。でもこの毎回アマゾンで買って全くなんだこれっていうのばっかじゃないですか。それでも喜んで加工してやるって感じなんですね。そうですね。やっぱ写真で見るとすごいこれ良さそうだなと思って買って届いて開けてみると、これ無理だなちょっと絶望でゴミになった部品もいっぱいあるいやでも1000円だし2000円だしっていうので、いいかと思って、で捨てずに取ってたりすると、そういえばあったなあれで使ってチクチクってなるのも結構あるんで、全部本当に一個一個がこういう形した部品で、それをどう組み立てて作るか、そんな感じでやってますね。なるほど。皆さん分かりましたでしょうか。どんだけド M かっていうのがよく分かりますよね。もしね、走る潔白を作りたいんだったらもうこれ真似してください。これやればめちゃくちゃ走ります。そんなことはないです。もっと簡単に走れるような方法もあるかもしれない。またすごいマシンを見せてくれたサイコ吉田でした。ありがとうございました。ありがとうございます。